こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、無事に溶岩をすり抜けてリスポーン拠点を築くことができました。これ拠点だったの？それに何一つ気づいてないじゃない。あ、確かに。ならリスポーン拠点を切り開いた、ということで。そういえば気づいたのですが、地上にいた時と比べると FPS の値がおかしいくらいに跳ね上がってますね。前作ではデバッグ画面を地上に出てから解禁したので、このパソコンでも地下ではこんなに出ることは知りませんでした。時々3桁とか出てますね。すごすぎです。さて快適な環境でスッキリな縛りで、サクサク廃校探しを再開します。あらこの手、まだアレックススキンのままよね。まさかテリーが女の子キャラを操作してニヤニヤする趣味を持っているとは思わなかったわよ。ゲーム開始直後に気づいていたらスティーブに戻してたんですけど、今更な感じなので当面このままにします。でも、女の子に岩掘り作業させるとか気にならないの？いえ、腕こそ細いですがアレックスは優秀な炭鉱夫です。そうでなければ素手でこんな大石を10秒足らずで砕けません。さて2分ほど掘ったところですが、まだ土と花崗岩が見た目で見分けられなくて、また土かと思って叩いてみてうわーという感じです。こっちも砂利じゃないんですよね。紛らわしいです。まったく、今溶岩がドバーしてきたら何で塞げと言うんですか。テリーが身を張って塞げばいいのよ。さすがに鉄鉱石は手強くて時間かかります。でもまあ迂回ルートを掘るよりも早いですよね。先ほどからかすかにスケルトンの音がしていたのですが、ちょっと大きくなりました。後ろには誰もいませんね。さて3分ほど経過です。別に後ろにビビってるわけじゃないんです。もしもクリーパーがスポーンしてたら石を採掘してもらわないとならないので、念のため確認してます。秒画距離設定が前作とは違うので、ちょっと湧きやすくなってるかもという恐怖感もあるんですけど。この音はまさしく土。そしてデバッグ画面に赤文字が。ここでようやくデバッグ画面のブロック情報に気づきました。ともかくやっと。めちゃくちゃ嬉しいです。土でそんなにはしゃいじゃうとか子供みたいね。まだ溶岩海の高さまで全然足りないわよ。溶岩を過剰に恐れなくても済むようになる序盤標準装備です。あるとないとでは天と地ほど差があります。さて、塔を建てる場所はこの岩盤にしましょうか。ちょうど直下した穴の真横ですし。塔のてっぺんを踏みしめたいのでここの石は撤去です。溶岩の音が聞こえてるけど大丈夫？パッと塞げる反射神経があるかが問題でした。少し下がった場所からじゃないと怖いです。ついでに拠点の整備をしようとどこを掘り開けるか少し悩みましたけど、まあこんなもんで。ゆくゆくは雲まで届くブロック塔の、記念すべき最初の一段です。さて、早速塔のてっぺんを踏みしめます。さあ今にも踏みしめますよ。いいから早くしなさいよ。どうも私の塔のてっぺんに登る戦略を根本から見直す時が来たようです。そもそも1ブロックを塔と言えるかしら。ちなみに高さ制限は、塔にブロックを積んだ瞬間に一段緩和されるものとします。ブロックのコンプリートが目標ですからね。新たなブロックの入手時点や、塔のてっぺんに立った時点ではないというわけね。そうすると、今必死に手間暇かけて塔の上に乗ろうとしているのはなんで？乗れば気持ちよさそうじゃないですか。なんでか軽く罪悪感があるんですけど、いつの間にか私は Y=5 の環境に適応してしまっていたようです。岩盤を見下ろすとか、なんか新鮮です。さて、最前線に戻ってきました。通路脇の土を採取して装備も OK です。通路をここから一段上げて、先を掘り進んでいきます。まあその前に、採取した土をいくつか拠点に格納しておきます。どうせ廃鉱が見つかるまでに何回か死ぬでしょうからその時の備えです。
もう土のない生活とか考えられません。土も文明の利器と言えるのかしら。最前線に戻ってさらに1ブロック掘ってみたら、砂利も出てきてしまいました。そして、バージョン 1.8 からは土と砂利とで粗い土がクラフトできるようになっているはずなんです。土と粗い土は別の種類のブロック扱いでいいの？入手してみてアイテム欄を見て、名前が違えば別ブロック扱いします。符を忘れてた。そういえばインベントリ開くの初めてでした。今まで開く必要がなかったものね。よーし、粗い土の名称です。粗い土入手しました。まあ多分別名称だと思ってましたけど、よかったです。ここまで順調ですね。そして順調に進むのはここで打ち止めというわけね。まあとりあえず先のことは考えず、私は今を大切に今を楽しく生きるんです。まずは粗い土。ほう、色が若干違う。これどうやって花崗岩と見分けるの？そして、砂利です。さてと。では早速。登れない。テリー実はもう相当疲れてたりしない？まあそんなことよりどうですか。ここまで伸びると塔という感じがしてきましたよ。いい年した大人が砂利や土で作った塔を自慢げに見せびらかす感じよね。さて少々時間を費やして、命がけで塔に登れるように石を削りました。溶岩の音がポコポコしてたものね。さて、早速登ってみます。岩盤があんな下に。地上もちょっと近づいたでしょうか。何も変わってないわね。さて再び最前線です。ここからは Y 座標が8の高さまで行動自由。頭の上1ブロックまでは溶岩の海があります。一応土は確保できたので、この高さのまま溶岩を避けつつ廃坑が見つかるまで掘り続けるのも選択肢なんですけど、試算したらやっぱりちょっと問題がありました。この高さで廃坑を発見するには、前作で素手で掘った距離の大体4倍くらいかかりそうです。無論平均値としてですけど。前作で素手で掘ったのは2キロだったかしら。4倍で8キロって、ちょっと厳しいですよね。40時間くらいかかりそうです。まあそんなわけで、やっぱりクリーパーに採掘を頼もうと思います。そこから13分ほど掘り進んだところです。リスポーン地点から90ブロック程度のところで、やっと初の溶岩発見です。過去のプレイ経験上、溶岩海の高さから下は洞窟が溶岩で埋め尽くされていて、ほとんど空洞がありません。例外的に空洞があるのは、地下に生成された池、廃坑、要塞、といった感じで、ごくごく稀です。そのため、モブが湧きそうな空洞のある洞窟を掘り当てるには、頭上を掘らないといけないわけですが、無作為に掘っても見つけられなさそうだから、溶岩から伸びている洞窟を探し、洞窟を掘り抜いたらモブに降りてきてもらうわけね。モブの音で聞き分けて探すのはダメなの？頭上スレスレに洞窟が生成されてて、かつそこにモブがいないと音出してくれません。試しに掘り開けてみたら金鉱石を見つけてしまいました。なんとなくここはパスです。そんな理由でいいの？どの道運次第ですからね。あとよくよく考えてみたら、リスポーン地点から160メートルくらいは離れた洞窟を掘り当てた方がいいんですよ。アイテムのロストタイマーのことをすっかり忘れてました。うっかりクリーパーの爆破に巻き込まれて、地上でちょっか掘りしている最中にアイテムロストしちゃったら元も子もないです。さて、今回は色々あったのでこんなところです。次回からは多分何事もない時間が長いので、カットが長めになると思います。当面の目標は、まずリスポーン拠点から十分な距離まで掘って、そして空洞の十分ある洞窟を掘り抜くことです。あとは先々で役立ちそうな、深海と花の森林バイオームをついでに見つけられたら完璧です。あ、意識してたのね。それではまたね。バイバイ。